佐藤純子。その3。私がこの店に来てもう半年が過ぎようとしている。そしてこの半年の間に私は少しずつ不安から解放されていった。以前の私はいつも不安を感じていた。何をやっても自信がなくて、朝目が覚めると一日を無事に乗り切る自信がなかった。以前勤めていた食品加工会社では私はいつも怯えていた。私の代わりはいくらでもいる。私が路頭に迷っても誰も困らないのだ。でもここではそうではなかった。ここでは私は必要とされていた。ここにいれば私は安全だった。そして多分そのせいなのかもしれない。私はこの頃考えるようになった。母は今どうしているだろう。父は今どうしているだろう。その夜も母のことを考えた。母とはほとんど連絡を取っていない。最後に連絡を取ったのは以前住んでいたアパートを出る時だった。あの時私は電話でアパートを出ることだけを伝えた。それを伝えておかなければ間違って行方不明の捜索願を出されてしまうかもしれない。今私がここにいることも母は知らなかった。私は多分母にひどい仕打ちをしている。そう思う。その夜私は母に電話した。そして半年もの間居場所を知らせなかったことを謝った。私が今元気でいることも説明したし、今いる喫茶店のことも話した。そしてどういう経緯でこの店に世話になることになったのかも説明した。私の話を母は穏やかに聞いてくれた。そしてその翌日、母は店にやってきた。母は店に入ってくるなり、いきなり私の腕を掴んで、表に引っ張り出した。店は昼の忙しい時間帯で、私はお客さんの注文を聞いて、お冷やを出して、食事や飲み物を運ぶのに、忙しかった。突然誰かに腕を掴まれて、外に引っ張り出された。
何事かと思ったら、半年間見ていない母の顔が、そこにあって、私を睨んでいた。そして母はいきなり私の方を思い切りひっぱたいた。何すんのよ。と、私が叫ぶと、母も叫んだ。連れて帰ります。一緒に来なさい。とっさにこう思った。そんな権利はない。あんたなんかに。店は正午12時を少し過ぎた。忙しい時間帯。サボっている場合ではない。急いで仕事に。戻らなければならなかった。私は焦った。一体この状況を。そして、この母をどうしたらいい？そこへ。異変に気づいたおじさんが出てきた。おじさんは私に尋ねた。どなただ？母です。私は母の顔を睨みつけたまま。答えた。母も私の顔を睨みつけたままだ。お入りになりませんか？おじさんが母に言った。母がおじさんの方を見た。佐藤と申します。純子がいつも。お世話になってます。母はそう言うと、おじさんに頭を下げた。おじさんが私に耳打ちした。今を使ってくれ。俺は手が離せないから。お前が案内しろ。それとな。ちゃんとお茶も出すんだぞ。つまり、店の方はいいから。母の相手をしろ。ということだった。店の一人が抜ければ、残りの三人は、それだけ負担を抱えなければならない。申し訳なかった。でも、仕方がない。今のところ、この母を、どうすることもできない。後で三人に、謝らなければ。私は母を、店の奥の居住スペースに、案内した。今の、テーブルの椅子を、母に勧め、私は言った。ちょっと待ってて。今、お茶入れてくるから。母は、おとなしく椅子に座っている。お茶を入れていると、私も落ち着いて。頭が、冷静になってきた。そして母が、いきなり店に入ってきて。
私を腕ずくで外に引っ張り出そうとしたことを考えた。やはり半年間も連絡を取らずにいたことを思うと、母の怒りも当然なのかもしれない。母にお茶を出して母と向き合った。母は言った。ここに住んでるの？私はうなずいた。母が言った。ここ、どういうところなの？どういうって、普通の喫茶店。というか飲食店よ。昨日も電話で説明したじゃない。社員寮完備の喫茶店。母は皮肉な笑い方をした。そしてその時私は自分の間違いに気づいた。昨日私は母に言った。私は今、喫茶店に住み込みで働いている。会社やある程度の規模の個人経営店ならともかく喫茶店に従業員を住み込ませるほどの設備を持てるはずがない。だから母は疑っているのだ。しかし私は社員寮に住んでいるわけではない。いわばおじさんの家の居候のようなものなのだ。そこのところをうまく説明しなければならないのだと私は気づいた。別に社員寮に住んでるわけじゃないわよ。ここは店長の家で部屋に空きがあるから使わせてもらってるだけ。私がそう言うと母の態度が少し和らいだような気がした。店長ってさっきの人。私はうなずいた。でもどうして他人を家に住まわせてくれるの？あの人、ご家族だっているんでしょ？あなたがここにいたら迷惑なんじゃないの？店長、今は独身だから。母の表情が硬くなった。しまった、と私は思った。あなた、独身の男の人と一緒に住んでるの？私は慌てた。店長と二人で住んでるわけじゃなくて、もう一人いるのよ。でも、そのもう一人も、やはり独身の男の人だった。
どんな人と母が言った。ごまかしても仕方がない。私は正直に言った。ここの従業員、その人も男の人。店長より若いけど。母は黙って私を見つめた。私は身構えた。母の機嫌が悪くなったと思ったのだ。しかし母は意外なことを言った。一緒に住まない、私と。どう答えていいかわからなかった。なぜか父のことを思った。そして父が出て行った後の母と私の暮らしを思った。それはとても短い期間ではあったが、父が出て行った後、私と母の二人きりの生活がしばらく続いた。母と二人になって私は実感した。私たち家族はもう壊れてしまったのだ。そう思うことが嫌で、私は家を出た。やがて母も家を出て、あの家は人手に渡った。母のところに行くのは嫌だった。母のところに行ったら、また振り出しに戻ってしまうような気がした。無力な自分、不安な日々。私は首を振った。母は悲しそうな顔をしてうつむいた。しかし再び顔を上げ、私を見る。どうしてと母は尋ねた。どうしてと言われると答えにくい。母に向かって、あなたと一緒にいたくないからだ。とも言えない。ここにいたいの。と私は答えた。すると、ここの何がいいのと母が尋ねる。何がいいのかと言われても説明しにくい。よく考えてみると給料は出ないし、忙しいし、ここの一体何がいいんだろう。なんとなく私は追い詰められていた。母にはそういうところがある。じりじりと人を追い詰める。それから小1時間、母と私の押し問答は続いた。私は母と一緒に住まない理由を問い詰められ続けた。そして母に追い詰められつつあった私は、結局、言うつもりのないことを口にした。なんでえ、なんで離婚したの？不意に離婚のことを持ち出されて、
母は少し戸惑ったようだった。仕方がないでしょ。あの人とはうまくいかなかったのよ。そういうことではなかった。あの家庭は父と母だけのものではない。私のものでもあったはずだ。離婚を決めるとき、なんで私のことを考えてくれなかった。そして、その時私は、母が、憎いと思った。きついことを言って、母を傷つけてやりたい、と思った。あんたの性格が悪いから。お父さんは、あんたから、逃げ出したんだ。もう少しで。私はそれを言うところだった。でもその時、居間に、おじさんが入ってきた。おじさんは、私にうなずくと、母の方を向いて、言った。どうも、はじめまして、川本と申します。娘さんには、いつも、お世話になってます。母も、椅子から立ち上がって、おじさんに頭を下げた。こちらこそ、娘が、お世話になってます。佐藤と申します。おじさんの前で、ひどいことは言えない。母とおじさんを、そのままにして、私は、居間を出た。私は、その場から、逃げ出したのだった。再生リスト16に続きます。